はい、どうも、ゆうすけです。今回は新しいシリーズじゃないけど、ポッドキャストみたいなのを作ろうと思って、ポッドキャストと今までのと違いをつけようと思って、自分のポッドキャストは速度がネイティブ。俺が自然な速度で喋る。だから、ちょっとね、標準な日本語とは違って、めっちゃリアルな日本語になるから、かなりイマージョンラーニング向けで聞き流すだけでもいいし、シャドーイング教材にしてもらってもいいしそれは任せます。で、今回は質問コーナーということで、結構前に募集したやつと1週間前ぐらいに募集したやつ、これを答えていこうと思います。で、インスタグラムで募集してるから、もし日本語の勉強法で聞きたいこととかあれば、どんどん自分に質問くれたら答えれる範囲で答えようと思います。今オンラインで日本語を教えてるから、かなりためになることを教えれるかなって思います。では行こう。I gave up because of 漢字。漢字は難しいですよね。もう今めっちゃ教えて思うのが、漢字っていろんな読み方がありすぎるなっていう。例えば昨日は7月7日。もうこの時点で7の呼び方が違う。7と7。で、日本は元号っていうのがあって、元号っていうのは昭和、平成、令和みたいな感じの、時代の期間、時代だよね。そういうのが日本にあるんだけど、今は令和で、令和7年。だから、令和7年7月7日。777なのに、全部読み方が違う。もうこういう意味わからんのがあるから、もう本当に、漢字を勉強してる人はすごいと思います。だけど、漢字って別に書けるようになる必要はないから、ちゃんと覚えようとしなくてもいい。日本では小学生ぐらいの時に漢字ドリルっていうのがあって、漢字を書く勉強があるんだけど、でそれは漢字のね、書き順とかあるんだよね。漢字に書く順番が決まってるんだけど、正直適当で OK。こんなこと日本語の先生が言っていいのかってなるけど、もうみんなの目標はさ、喋ることじゃん。とか日本語の検定に受かることってなった時に、書き順はそこまで重要じゃない。だから漢字を見た時にそれが読めてちゃんと発音できて意味がわかるか、これができたら OK。 だから漢字を読んで理解する、そういう勉強をしましょう。どんなスポーツが好きでしょうか？俺めっちゃスポーツ好きで、実はテニスをずっとやってたんだよね、今まで。最初はサッカーやってて、その後にテニスを始めて、でテニスも日本にソフトテニスっていう普通のテニスじゃないちょっと違うテニスがあるんだけど、ラケットがねこんな感じでちょっとちっちゃいんだけど、こっちのテニスの方をもうずっとやってて、で実は結構テニスが得意なんですよね。自分で言うのもなんだけど。こんな感じで結構うまいんですけど、最高で西日本準優勝、あと自分のね生まれた熊本県も優勝したことあるし、結構テニスは得意ですね。サッカーがめっちゃ好きなんですよ。テニスも好きだけど、サッカー特に見るのが好き。今日本のサッカーがどんどん強くなってきてて、だから次のワールドカップがマジで楽しみ。Remember to drink water and sleep well. Your videos are super helpful. 嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。今実はお酒飲んでるんだけど、ぜひね自分の動画たくさん勉強に使ってもらえたら嬉しいです。
Please make more content about learning Japanese from a Filipino fan. そうだね。できるだけ日本語の勉強についてあげたいと思う。勉強のやり方もだし、いつかはなんか文法の説明もう結構元気で今授業をやってて、俺も改めてなんか、日本語の文法ってこういう感じなんだなっていうのを勉強してて、改めて論理的に理解しようとしてるところです。もっとなんか日本語のね、文法の質問とかくれたら答えるので、インスタの方フォローして、質問箱をね、定期的にやるので、そこで質問くれたら動画の中で取り上げようかなって思ってます。How's the weather in Japan in September? September 9月は暑い。マジでめっちゃ暑い。8月9月はもうずっと暑い。だから日本に来るのはもうちょっと涼しくなってからおすすめするけど、夏にしかねできないこともあるから、例えば花火とか夏祭りとかそういうのがあるので、夏に来るのも悪くはないけど、もうマジで暑い。本当に熱中症に気をつけてほしいぐらい。How to improve from an upper intermediate level of speaking and listening. 俺がB2 レベルセファールでなった時に、俺がやった勉強法はスラングで、俺は結構スラングの勉強をおすすめしたい。なんでかっていうと、俺が B2 レベルになった時にオンラインで英会話を始めたんだけど、全然喋れなかったし、全然聞こえなかった。喋れるのはゆっくりだけど喋れる。でももうリスニングがわからなさすぎて、でこれなんでかって言ったら、ネイティブってめっちゃスラング使う。教科書ってさ、あんまりスラングがないじゃんし、言葉も標準語だから変化が少ない。だからJLPT の勉強とか教科書の勉強をしてたら、そういう試験用の日本語は結構わかるようにはなるけど、実際は会話じゃん。ネイティブと喋りたいってなったら、ここでスラングだね。俺がネイティブと話した時に聞こえないって思った時、全ての原因がスラングだった。もうスラングを知らなさすぎる。この後に日本でね、ある本があって、スラングが2000個書かれてる本があるんだけど、それで英語のスラングを2000個勉強した後にネイティブと喋ったら、もう不思議なことにめっちゃ聞こえるようになって、友達が結構これ何って聞いてくるのがほとんどやっぱスラングなんだよね。ってことはやっぱスラングがもう難しいってことだから、ぜひスラングを勉強してほしいと思います。そうすればかなり実用的な日本語の力が身につくと思う。で、俺もスラングの情報をいっぱい上げていこうかなって思ってます。Can you explain and give some example sentences using verb data in daily conversations? 例えば俺だったら、今日朝寝ていたみたいな感じで、なんしていた？動作をね、強調するときにていたっていうのを使います。だけど、正直、ていたっていうのは、使うけど、ネイティブなら、てたって言うんだよね。だから例えば、今日朝寝てた、昨日サッカーしてた、みたいな感じで使うから、ていた、てた、両方覚えると、かなりリスニングにいいかなって思います。What is your daily routine? 最近は筋トレを始めて、ニュージーランドに行った時に、もう周りの人がみんなムキムキで、うわ、かっけーなーってなって筋トレ始めました。でも始めたばっかだから、全然まだガリガリだけど、頑張ろうと思います。I'm wondering what is the best way to learn Kanji if I live in Japan. The goal is N3. JLPT を目指してるんだったら、JLPT 用の単語帳、N3 用の単語帳を買った方がいいです。なんでかって言ったら、あるね、専門の人が作ってくれてる参考書だから、一番試験を合格するのに近いルート、最短ルートをたどれることができる。だからおすすめは JLPT の単語帳で漢字を勉強すること。特に試験に関しては試験の参考書を勉強するのが一番いい。イマージョンよりも俺はこっちの方をおすすめする。試験の場合はね。I have problem with learning kanji.
結構やっぱ漢字がもう難しいって人がやっぱ多くて。で、さっき言ったかな、やっぱり漢字を書けるようになることは重要じゃなくて、漢字を見て意味がわかる、発音ができる。これが大事になってくるのと、あとは暗記するときは復習をしまくるってのが大事。単語を覚えるときはもうひたすら復習で、なんでかっていうと、人間ってもう忘れる、とにかく忘れる。その日に覚えたつもりでも次の日には最大で 80% のことを忘れるって言われてるんだよね。で、喋るためにはさ、そんな曖昧な記憶じゃ全く使えないのよ。だから覚えるためにめちゃくちゃ復習して何回も復習して、すぐにパッて喋れるようにしましょう。For the content, maybe a mix of teaching Japanese and your daily life. そうだね。Vlog とか上げて、今後もね、Vlog 上げていこうと思うんだけど、Vlog って結構編集の時間が大変。だから、Vlog とこういう動画を、うまく混ぜながらやっていこうかなって思ってます。ゆうすけ、what is your recommended destination in Japan? 俺のおすすめの場所は、Vlog に見てくれたらわかると思うんだけど、田舎がマジでおすすめ。東京、京都もめっちゃいいんだけど、問題点があるとすれば、他の観光客が多いよね。たくさんいると思う。だから日本らしさをもっと感じたいんだったら、他の都道府県に行くのをおすすめします。例えばレストランに行くとメニューがあると思うんだけど、メニューが英語で書かれてないことが多い。田舎に行くとね。だからちょっと不便なところもあると思うけど、俺は逆にそれが旅行の醍醐味かなっていうふうに思う。だからもし日本に来て、東京京都もいいんだけど、あえてちょっと他の日に田舎の方に行ってみるとか、あんまり有名じゃない県に行ってみるとかおすすめします。絶対いい経験になると思う。 About teaching English in Japan。 日本の英語教育は難しいんだよね。めちゃくちゃ。まず日本って島国だから、海外の人があんまり来ない。動きがない。で、旅行客はいるけどすぐに戻っちゃうじゃん、自分の国にね。だからあんまり長く滞在するって人がいないから、ずっと英語を喋る機会っていうのがない。ヨーロッパみたいな国と比べて。あとは日本語がそもそも英語と遠すぎる、言語として。で、他には学校の先生がまず英語を喋れない。先生が喋れないんだよね、そもそも英語を。なんでかって言ったら、その先生も昔の喋れない先生に英語を教えてもらってきたから。そういうのが続いてね、言うたら悪循環みたいなのが起きてるんだけど、そういういろんな理由があるんだけど、あとは日本人って別に英語を喋れなくても生活できる。日本の経済って結構発展してるし、日本語だけで仕事も見つかるから、別に英語をそもそも勉強する必要がないっていう人がほとんど多い。だからこういうことになってるかな。だからこそ今逆にね、この難しい環境で英語を勉強すると、自分のような人間の価値がちょっと上がるっていうか、だから英語を勉強したっていうのもあるし、実際これで今オンラインで日本語を教えてるから、英語勉強してきてよかったなって思います。逆にみんな今日本語勉強してめっちゃ大変な道のりだと思うけど、ここ頑張って日本語を話せるようになったら絶対楽しいから、みんな頑張ってね。はい、今日の動画はここまでです。インスタグラムの質問箱で質問募集するから、インスタのフォローを概要欄の方からしてください。チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあね。